そういや、海の魔女に仕えていたウツボは兄弟で、いつも一緒に行動してたんだってさ。ずっと一緒とか絶対やだ。それじゃ好きなことができないじゃん。俺はジェイドが山登りとかたまに誘ってきても興味ねえから断るし。ジェイドも俺のバスケの試合は見に来ねえよ。兄弟でもやりたいことは違うし。妖精が森の奥で何年も人間の女の子と暮らした話あるじゃん。俺なら絶対飽きるわ。毎日同じことの繰り返しみたいな暮らしになりそうだし。でも学園生活も毎日授業を受けての繰り返しっつうか、それは飽きないんすか？今んとこはね。つまんねえ授業はサボるけどたまに面白いのあるし。あと防衛魔法の模擬試合で強えやつと戦うのなんかはすっげえ楽しい。だけど相手がビビってる雑魚の時はつまんねえな。全然向かってこねえとイラつく。つまりビビってると余計ひどい目に遭うと。先輩と戦う時のコツが分かりました。へえ。じゃあ今度俺と試しに勝負する？でも先輩とはいつでもバスケでワンオンワン勝負できるんで。コツが分かったんでしょ？遠慮しなくていいよ。アズールからメッセージ来た。へえ、今日お悩み相談5件もあるんだ。悩み相談。聞こえはいいがどうせろくでもないんだろ。そんなことないって。悩んでるやつを見つけて親切に声かけてやってるよ。アズールと一緒に相談事を聞くこともあるし、つまんねえ時は寝てるけど。おい、そんな態度で人の悩みを聞くのか？別によくね？好奇心旺盛な女の子が体が小さくなって悩んでる時に出会った芋虫もすげえくつろぎながら相談に乗ったって言うじゃん。それぐらいリラックスしてた方が相手も話しやすいのかもよ。海蛇くんもゆったりとした気持ちで俺に相談してみたら？しない。絶対にしない。人は簡単には自分の悩みを口にしません。悩みを打ち明けてもらうまでが大変だと僕も日々痛感しています。それなのに数々の逸話を残したということは、海の魔女に仕えるウツボの兄弟は悩める人魚を見つける才能に長けていたのでしょう。さすがは海の魔女の右腕、いや両腕というべきでしょうか。僕は山で会った人には必ず挨拶をしています。遭難した場合、挨拶を交わしたことが有力な目撃情報となりますし、挨拶をきっかけにして山菜やキノコの情報を共有することもあるんですよ。なるほど。挨拶は礼儀であるだけではなく有意義な行為なのだな。はい。僕は山で挨拶をするたびハートの女王の話を思い出します。彼女は大きく口を開けてきちんと挨拶するよう人に諭したそうです。きっと挨拶の大切さをよく知っていたのでしょう。それかハートの女王も登山が好きだった可能性もあります。そのような話は聞いたことがないが。あるライオンの王子の生誕祝いには王国中の動物が集合したと言われています。肉食、草食問わずさまざまな動物たちが集って、なぜ争わずにいられたのでしょう。おそらくはライオンの王子の持つ求心力がなせた技だろう。お前のいた海の中もさまざまな生き物がひしめいているらしいな。はい。小魚からサメまでいろんな生き物が共生しているので、僕たちは
卵の時から生存競争へさらされます。ならば今こうしてここにいるお前は競争の勝者ということだな。そうとも言えますね。僕が勝ち残れたのは運と相棒選びの結果かもしれません。おかげで今も毎日楽しく過ごせています。頼もしい相棒に感謝です。多くの困っている人魚たちを助け、人望の厚かった海の魔女ですが、彼女は自分が昔嫌な人物であったと自ら認めていたそうです。自分の欠点をわざわざ口にして反省するなんてなかなかできることではありません。彼女が長きにわたって慕われている理由がよくわかるエピソードですね。昨夜、百獣の王の書籍を読んだのですが、なかなか面白い内容でしたよ。特に百獣の王が能力のあるハイエナたちを協力者にしたという話が印象的でした。協力者とかいらなくない？まあボドゲのメンツを集めたと考えればわからないでもない。そういえばこの前部でやった新作のボードゲームは面白かったです。出たサイコロの目でもらえるアイテムが決まるとこもハラハラしたよね。てか今回はゲームについてたサイコロが36面体の珍しいやつだったのに、アズール氏かなりの確率で高い数字出せてなかった？ボドゲ部にゲームが届く前にサイコロについて調べて練習しておきました。高い数字を出すほど有利なアイテムがもらえる以上、努力するのは当然ですよ。アズール氏は協力者とか必要なさそうですな。実はカリムさんの魔法の絨毯を1日貸していただけることになったんです。あれってそんな軽々しくレンタルできるものなの？むしろ返したくなるまで使っていいと言われましたよ。対価を渡すのにも苦労しました。そういうわけでモストロラウンジプロデュースの有料貸し出しプランの試運転を行います。それってまた貸しでは？まあカリム氏なら気にしないか。プランはとある王子と姫が絨毯に乗って空の旅を楽しんだ話にちなんで、満天の星空を眺めながらドリンクと豪華料理を楽しめるというものです。上空でわざわざ食事する意味ある？食べづらくない？それが付加価値というものですよ。よければイデアさんもぜひ。いや、拙者は屋根のある部屋で楽しみたいから遠慮します。